こんばんは。ジャカルタのまた帰宅ラッシュの時間、夕方の今日は少し遅くて5時30分、6時前、それぐらいの時間帯です。この時間帯になってくると夕食を食べるために路上に人が出てきて、屋台が立ち並びます。いろんなものを売っていて、みんな思い思いの夕食を持ち帰るなり、そこで食べるなりしています。それがこの町の昔からの文化で、ジャカルタが発展してもまだその文化が残っています。スーツ姿で麺をすする人がいたり、安全靴を履いて建設現場の外で焼き鳥をつまむ人がいたり、モバイル端末で注文を受けて屋台に買い出しに来ている人がいたり、みんな形は様々ですけど、この夕方の時間になると街が人でごった返します。経済が発展して国が成長すると、昔からあった街の景色がなくなることもありますけど、こういう食文化とか社会の昔からの仕組みというのは、そう簡単には変わらないんじゃないかなと思います。今歩いてる道も昼間の時間はただただ歩道があるだけで、そこには屋台もありません。これが先進国であれば歩道の利用許可を政府から取得しているのかとか、そういった細かい権利関係のことがすぐ問題と
なるでしょう。ただインドネシアの人が昔からやってきたように、夜になれば屋台を引いてきて街角で商売始める、そういうことが今後も何らかの形で続いていけばいいなと思います。今歩いてるのはタナーバンという地区にある市場です。朝早い時間にはもっとたくさんの人がいるんですけど、もう夜なので店じまいなんだと思います。
掃除を終えた人たちがトラックの上に乗ってこれから家路に着くところです。ダナーバンの市場は東南アジアで最も大きい衣類の市場だと言われています。断食明けの休暇前には新しい服を買い求める客がインドネシア全土からこの市場にやってきます。だからこの市場の周りは将棋倒しになりそうなぐらい人が溢れ返ります。この市場の周りには今道を通っているような感じでいろいろな物売りの店が軒を連ねています。この辺りはおそらく中東、南アジアの方からの移民が作ったんだと思うんですけど、ペルシャ絨毯の市場が並んでます。夜の祈りの合図が礼拝場から聞こえてます。
並んでいるのはガソリンのボトル売りです。路上はその他にもこういう形で屋台が作られているので、歩道を歩くことはほとんどできません。これが違法なのか不法占拠なのか合法なのかわからないですけど、これも一つの文化だと思います。犠牲祭の前になったりすると、今歩いている道も家畜を売るための市場と様変わりします。市場という形で場所が設けられているところもありますけど、多くの場合はまだこのように道端で商売をしている人が多いです。路上の商売の周りにはまた別の商売ができて、そこへやってくる人や客、それを目当てにまた別の商売が成り立ちます。そういう形で地域の経済が回っていて、経済成長したと言っても、まだ人々の生活や社会の在り方っていうのはそれほど急には変わらないんだと思います。夜になるとこうやって道に出てきて、昼間の暑さを避けて友人や家族と時間をゆっくり過ごす、そんな文化がまだ残ってるんだと思います。さて、そろそろこの動画も長くなったので、今日のところは終わりにしようかなと思います。見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお話ししましょう。それではまた。